中国って将来アメリカを抜いて世界の覇権を取ることになると思いますか？もしそうだとしたら日本は当然勝てるはずもないので、今後中国シェアに抗うのもバカバカしいなと思っています。SNS で岩屋外務大臣を批判するのを控えた方がいいでしょうか？だから世界がどうなるかというのが僕トランプ大統領のやり方で結構決まる気がしていて、トランプ大統領というのはみんなで話し合いをして常識的な方法を取らない方がいいよねという人なんですよ。で、中国共産党というのは法律は後回しで、偉い人たちがそうするんだったらそうなるよねっていうので、実は方向性としては中国の偉い人たちとトランプ大統領のものの決めたら似てるんですよ。でところが今中国共産党は WTO を守った方がいいよねとか、ルール守った方がいいよねとか、貿易というのはお互いにやった方がリカード先生の言ったようにうまくいくよねみたいなんだけど、アメリカは逆に中国に関税かけるわとか、カナダに関税かけるわとか、メキシコに関税かけるわっていうので、世界のルールというのをむしろ守らない方向をやってるんですよ。で、これがどちらが正しいのかっていうのがわからないんですよ。アメリカ人はトランプ大統領のやり方が正しいと思ってるし、中国人は選べないです。中国人が別に選んだ結果、中国共産党がそうなってるわけないので、中国共産党は結果的にこうなってますと。で、言うてもやっぱり10億人以上にいる人口の中であれだけの経済発展をして、中国ってバブルが終わるよねって言われ続けて早20年、いまだにそれなりになんとかなってるっていうのを考えると、語弊があるかもしれないんですけど、一人一票で投票をさせるという仕組みを維持しているということは、結果としてその国の発展を咎める可能性があるよねという風になってると思うんですよ。トランプ大統領の前っていうのが USAID に6兆円のお金が流れていました。で、多様性とかを増やした方がいいよねっていうので、ガテマラ人の性転換の費用をアメリカ人の税金で払ってたんですよね。多様性というのを維持した方がいいから、それは他の国でも維持した方がいいので、ガテマラの人の性転換をするんだったら、そのお金をアメリカ人が出すべきだよねっていう風になっちゃったんですよ。これ話し合いで決めた結果ね。なので、みんながみんなこれがいいよねっていうのを多数の人が言った時にどうなるかっていうと、あれ本当にこの方向いいんだっけっていうのと違う方向に行ったりするんですよね。例えばさ、給食に豚肉が出るっていうので、デンマークであったんですけど、もともと養豚業が多い地域で、豚肉が多い地域だったんですけど、で、そこにイスラムの人たちが住み始めたんですよ。イスラム教の人たちが。で、うちの子供は豚肉が食べられません。給食に豚肉を出さないでください。給食豚肉がなかったとしても牛肉でもいいし、じゃあ別に野菜ベジタリアンにしてもいいし、鶏肉でもいいし、じゃあ牛肉出すのやめますねっていうので豚肉なくなったんですよ。でも別に誰も困らないんですよ。で、そこで養豚業の人たちがふざけんなって怒ったんだけど、っていう感じで、みんながみんなちょっとずつ譲歩をして、話し合いでこうした方がいいよね。これが多様性だよねってやると、豚殺さない方がいいよね。豚肉なんか食わないでベジタリアンの方がいいよね。みたいな人が正しいということになってしまうので、なので話し合いの結果正しいを取って、じゃあ豚肉というの産業がなくなるし、肉食うようなやつっていうのは野蛮だよねみたいな価値観になってしまう場合があるんですよ。これ法律があるわけじゃないんですよ。多数決で法律を決めますっていう形じゃなくて、なんとなくみんなの話し合いでかわいそうだよねとか感情を優先すると、その感情によって流されるというのを結構国とか国民はやるんですよね。虎となんとかっていう法律の昭和かなんかの女性の弁護士のドラマかなんかが流行ったらしいんですけど、日本で。で、それの脚本を書いてる人っていうのが、虎に翼？滋賀県かなんかの医科大学の学生が強制性交したという裁判があって、で、それが無罪になったんですよ。で、どういう裁判が行われたのか。じゃあ、こういう事件でした。こういう証言がありました。こういう証拠がありました。というのを見た状態で裁判官の判断が間違ってるというのであれば、僕はそれは、そうかもしれないねってわかるんですよ。で、ただ、朝ドラの虎に翼の脚本家の人が、判決文を見ない状態でその裁判官を罷免にすべきだっていう風にツイッターで書いてて、でネット上でも医学部の学生を無罪にする裁判官を罷免にするべきだというのを法務省に送ろうとか検察審査会に送ろうっていうのを割と大きな動きになってたんですよ。で
裁判が本当に良くない、裁判官が判断を間違えたよねとか、この証拠の取り上げ方がおかしいよねとかであれば確かにそうだよねなんだけど、医学部の医学生が強姦をしたのだから有罪にすべきである、それを有罪にしない裁判官は罷免すべきであるというのが論としておかしいよねってならなかったんですよね。いやいや、それおかしいでしょって僕は思うんですよ。法律でどう法に触れているのか。で、その法に触れる状況でどういう証拠とどういう証言があって、で、被害者がどう言ってるのか。それを見た上で情報を判断するという専門職の裁判官の人がやりました。で、確かに裁判官間違いはあるから、じゃあその裁判の種類集めようとか、判決を見てから判断して、この裁判おかしいよねはわかるんですよ。袴田さんの冤罪事件みたいな、いや、この裁判官おかしいでしょみたいなのは、やっぱり判決を見るとあるんですよ。で、そこはわかると。でも判決を見ないでなんか女性が強姦されたんだから有罪にするのが当然でしょって、それ魔女狩りと何が違うの？誰かが死にました、そこに一人暮らしの女性がいました、魔女じゃんみたいなで、魔女でない証明しろ、あいつ魔女じゃない証明できなかったからもう絶対魔女火あぶりみたいなそこと言ってること一緒じゃねみたいなので、2025年になって人間というのは賢くなったかというと、実はそうでもなくて魔女狩りと同じようなことをやってるんですよ。で、それが頭の悪い人たちが一部言ってるとかだったらまだいいのに、朝ドラの脚本を書いて、しかも法律ドラマの書いてるから多分法律も詳しいし頭もいい人なんだと思うんですよ。でもそういう人でも魔女狩りみたいなことをするんですよ。いや、魔女狩り良くないよねっていう世論になるならまだいいんですけど、でもそれがおかしいよねって言ってる人が少数派っていう吊るし上げみたいなことが当然だよねっていう価値観がやっぱりあるので、なので大衆に権限を持たせるということが果たして正しい方向なのかっていうのが僕は結構疑問視している部分があって、イタリアってはしかのワクチンが義務化じゃなくなったんですよね。はしかって子供かかると8割か7割死ぬんじゃなかったっけ？結構な割合で死ぬんですよ。生き残ったとしても後遺症残ったりってますけど、基本的にはもうはしかで今死ぬ子ってほとんどいないんですけど、でなぜほとんどいないかっていうと、予防接種が世界中で流行ってるからなんですよ。 USAID もそうだし WHO とかもお金を出して、アフリカとかの子でもちゃんとはしかの予防接種をしますみたいな形でマシンで死ぬ子はほとんどいないんですよ。ところがイタリアで予防接種しなくてもよくね、だって誰も死んじゃないじゃん、はしかで死んでないんだからしなくていいっしょみたいなのが与党になっちゃったんですよ。なので結果として予防接種を受けなくて、なんかね、はしか流行ってるらしいんですよね。例えば狂犬病とかも日本で多分狂犬病のワクチンなんか打たなくてよくねって言ってる人結構いると思うんですけど、人間狂犬病になると 99% 死ぬらしいんですよね僕狂犬病のワクチン打ってますけど、でもこれも日本は狂犬病自体のウイルスがほぼ絶滅する状況まで持ってった結果なんですよ。で、ただほぼ絶滅していると言われてるんだけど、本当にいないかどうかわからないんですよ。ひょっとしたら九州の山奥とかにいるかもしれないけど、今のところは出てないから大丈夫なんじゃねっていう状態で、他の国は全然狂犬病っているんですよ。他の国の犬とか猫とかを日本に持ってくるときって検疫めちゃくちゃ大変なんですよ。ウクライナの人が日本に来るときに検疫でペットが半年かなんかその検疫所に置いてかれて、でそれはなんか犬がかわいそうだ、犬に対してひどい扱いをするとか、日本は良くないみたいなことを書く人いるんだけど、やめろとどんな病気が入ってくるか分かんないし、じゃあいいよって言って狂犬病日本に広まったらどうすんの？何人死ぬの？っていうのがあるので、いやいや、狂犬病がない日本というのを守るためにはやっぱりそれなりに検疫は必要なんですよっていうふうに、知識がある人はちゃんとわかると思うんですけど、これ知識がない人が多数派になると、いいじゃん、かわいそうじゃん、ペットと一緒にいないのかわいそうでしょ、ペットと一緒にいるのがいいじゃん、ペットもなんか一人でその検疫みたいにいるのかわいそうじゃん、一匹でね、だからそれはなんかすぐに飼い主のところに戻すべきだよみたいなことを言うと、そうだよねみたいになっちゃう可能性があるんですよ。大衆が一票で物事を決めるっていうのは本当は良くないんじゃないかなっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。